皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしお願います。します。今日から3回にわたって、はい。春日良一さんに出ていただいて、オはい。リンピックとオリンピック休戦の話をはい。思いっきりしたいと思ってるんですが、ちょっとその前に、はい。お知らせを挟みたいと思いはい。ます。この本はスポーツゴジラのスポーツ最新ゴリラ。号です。はい。青錦が表紙になってます。うん。なんですが、こはい。のスポーツゴジラを出しておられる長田渚さん、はい。我が、玉木のスポーツジャーナリズムにもゲストで、はい。何度何度か出も出ててもらっいただいておてますが、ります。いつもスポーツを語り合う会というのをされておられましはい。て、日本スポーツ学え会そうで主催、す。日本スポーツ学会のス主ポーツ語催ですね。り合う会、はい。私も出たことは何回かあるんですが、はい。第134回です。すごいはい。数えてますが、2月8日の日曜日に1はい。回目があるんですが、それのはい。タイトルがなんと、運動会でビリにならないコツを教えますって。はい。運動会でビリにならない走り方をね、教えてくれるんですが、その教えてくれる先生が、はい。深城戦士さんという方で、はい。この方、日本体育学会の会長なんかもされた大学の先生なんですけれども、はい。こういう本書かれてる人です。ほドラえう。ドもんのスラえもん。ポーツの科学って、これね、めちゃくちゃ面白いんですよ。うん。あらゆるスポーツの、なんか見どころのはい。ようなものがね、どんどん書いてあるんですけれども、はい。この本がね、私は大好きで、ものすごく短くまとめてあるんですけれども、陸上競技のハードルからマラソンから短距はい。離から、それはい。からあとバレーボール、ハンドボール、それから野球、ゴルフ、テニス、その見どころが全部書いてある。うん。私はどんな本でも、子供用の本でも何でも、いい本はいい本だとして褒めうん。ますんで、これはぜひとも見てほしいなと。その先生、深城千さんという方はい。が、その先ほど言いました2月8日、運動会でビリにならない、走り方というのはい。を教えてくださるそうです。場所は、千川キャンパス、これは千川ですね。京王線の千川で、はい。東邦学園という学校があ東方ります。学園ですね。はい。東邦学園、そこで、講義があるそうです。はい。第1回目は2月8日なんですが、2回目が2月の22日。はい。これは、この2月の22日から、ちょっと本当に走る、なんていうか、方法を見せていただけるそうですよ。はい。グラウンドで。で、第3回がちょっと離れて5月の31日にちにあります。はい。これは日本スポーツ学会、このスポーツゴジラのホームページにも出ていますんで、はい。見てみてください。はい。絶対面白いと思いますんで。ということで、はい。お知らせでした。はい。ということで、今日からは、春日良一さん、五輪アナリストの春日良一さんと一緒に、トランプ、プーチン、習近平のはい。力の世界、今の世界ですね。うん。で、平和の祭典、オリンピックのことですね。平和の祭典の意義を考えたいと。はい。そんな番組を3回にわた3回。ってお送りしたいと思いはい。ますので、よろしくお願いします。というわけで、春日さんよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いいたしよろしよろしくお願いしまくお願いします。す。私明けましておめでも今、とうございます。あ、来ました。ありがとうございます。ミラノコルチナ冬季五輪が始まるときに、私もちょっと正直言って腹を立てておりまして、このオリンピック休戦というものが、はい。去年の11月の19日ですか、はい。国連決議として、全会一致で、公認や決められたというにもかかわらず、日本のマスメディアは全く取り上げないですね。
それで、アメリカでの、トランプ大統領が、ベネズエラの次はコロンビアだとか、その次はメキうん。シコにも圧力かけてるとか、グリーンランドがどうだとか、それからイランの情勢もありますし、何か戦争が起こりそうだ、ということなんですけど、オリンピック休戦の話が全く出てこない。もしオリンピック休戦期間中にアメリカが、例えばイランに兵力を送ったりしたら、ロシアと同じことになったら、アメリカの選手どうなんだろうと。そういう心配を僕なんかはすぐはっと思ってやって原稿を書いたりしたんですけれども、このあたり春日さんにちょっと詳しくお伺いしたいと思います。春日さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。私、そのオリンピック休戦があるのにっていうのをして心配したんですけれども、これやっぱりアメリカトランプ大統領が兵力を送ったりしたら、それがオリンピック休戦期間中だったら、これ、ロシアと同じような、あるいはロシアとベラルーシと同じような、懲罰の対象になるはずですよね。そうですね。どうですか？要するにオリンピック休戦を破るかどうかっていうのは、やっぱ休はい。戦期間との関係になりますので、はい。もしそのトランプがそのベネズエラ、はい。今回やったことを休戦期間中にやったとすれば大問題になって、まあええ。そのロシアの時やったのにどうなるんだって話にもなりますから、当然うん。問題になりますよね。だからうん。私は思ってたのは、はい。トランプがなぜ新年早々やったかっていうことなんですはい。よ。で、そうはい。するとこれ、はい。彼は多分オリンピック休戦を意識してたと思いますね。やっぱり意識してましたかね。意私もそれちょっ識してたと思っので、そのて、休戦期間にそれをやることは避けたかった。うん。で、実は2022年の東京はい。オリンピック本来やるはい。予定だった時の1月にもトランプがイうん。ラン区ですか。はい。イランだね。イランの、を攻撃しましたよね。はい。爆撃ですね。はい。暗殺をしたと思うんですけど、あ向こうのも、あ。副官かなんかで、はい、そうでとてもすね。優秀な方をはい。狙い撃ちしてやったと。はい。で、これでその時もは、結局、オリンピックどころじゃないよみたいなはい。話になりそうな世論だったと思うんですけうど、ん。まあ、その時も結局、まあ、その後コロナが起きて、また別の形でオリンピックが延期になるわけですけど、うん。まあ、トランプの頭の中には、うん。今回についても、そのオリンピック休戦という意識はあったと私は理解していますね。でも、もしね、そのオリンピック休戦がトランプの頭の中にあったとするならば、これからオリンピック休戦の期間というのは、オリンピック、ビラルのコルチナ冬季五輪が始まる1週間前から、はい。パラリンピックが終わる1週間後まで、うん。ということになってますから、うん。1月30日から3月23日までは、休戦期間という決議を、があるわけですね。これを、もちろんアメリカも、もちろんロシアもイスラエルもイランも全部、全会一致で賛成しているわけです。ということは、その時に3月23日までは、うん。アメリカは戦争しないぞというふうに思ってもいいもんですかね。今ですかっていうか、それがまあ、オリンピック休戦の意義っていうことで、それをはい。守りましょうっていう国連決議を11月19うん。日してるわけですかうら、ん。当然その国連って範囲内では守ろうとせざるを得ないですけど、うだからん。そことそのまあ、これがお話になると思うんですけども、いはい。わゆる今の地政学ですよね。まあ、はい。政治的な力の、まあ、バランスというか、そういうものが国家間でありまして、で、それはい。とオリンピックの、休戦がどう関わってくるかっていうことうん。は、やっぱ別問題としてうん。別問題というか、すごく関わってるんですけど、うん。考えていかないと、オリンピック休戦自身の意味も薄れていくと思いますので、そうですね。で、それで逆にですね、うん。オリンピック休戦っていうのを戦略的に自分はい。たちの軍事だとか政治のために利用していこうっうん。ていう
こともあって、それをうまくやったのがプーチンだと私は思っております。おー、うん。というのは、はい、まあ、ご存知のように、プーチンはですね、3はい、回オリンピック休戦違反をしてるわけなんですが、そうですね、はい、最初2008年の北京のオリンピックの前に、始まる前に、はい、ジョージア、グルジアはい、を、侵攻すると、戦争を始はい、めた。で、これ、まあ、休戦期間中やってるから問題なんだけど、はい、まあ、決着が結構早くついちゃうわけですね。はい、で、それで決着を早くつけますとですね、なぜ決着を早くつくかっていうのは、多分プーチンの頭にオリンピック休戦でみんな守るから、みんなはい。攻めないです。戦争しないって意識の中にあるから、今攻めると一番効率的になるって考えがあって、やっうん、て、それ成な功るほど。しました。で、はい、そうすると2014年、今度ソチで、まあ、うん、自分の国でやってはい、るわけやってるです。時でやってる。すね。はで、そい。れでオリンピック終わります。終わりまうん、す。で、休戦期間というのはパラリンピックも関わってくるからあるんだけはい。ど、そのオリンピックが終わった瞬間に、クリミアに侵攻して、ああっというあ、間に決着つけたんですよ。うそうすると今度ん、いや、みんな大変だ、大変だって言って、どうしたらいいかって言ってる間に休戦しちゃったんで、う終わっちゃっん、たんで、文句うん。言えないでもう進んでいくっていう形作ってるんですよああ、ね。なるほどで、そういうふうね。に、もう戦略的に彼は使ってるなと思うのは、う非常にん。オリンピズムのことを理解してるんですね、彼は、一あ、応。プーチン自身がですか？理解してるって意味は、うん。客観的なというか、論理的に理解してて、で、うそれをうまくん。使っていく。で、う彼のん。頭の中には、当然オリンピック休戦がどこから起こってきたかって分かっていて、当はい。然ギリシャのオリンピアで、はい。休戦期間っていうのはありましたよね、3ヶ月の。で、それは古代オリンピックの古代オリンピックで話ですね。はい。すけれども、で、それを守るってことはやってるんですよね。例えばクリおー。ミアの場合、オリンピックが終わってから攻めてるんです。で、攻めて2、あ3日決着つけちゃうと、今度、その1週間後かなんかにパラリンピックが来ますから、あ。はい。その間に決着つけてると、パラリンピックに影響を与えないんで、そのまま IOC のもあーって言ってるうちに進んじゃいますから、終わっちゃうんですね。制裁がと、ない。選手にも迷惑かかんない。で、これを、ということは、うん、休戦期間だということで、国連決議はあるけれども、うん、何も迷惑はかけてませんよと言えるようなところの、うん。で、戦争をさっさとやってしまったっていうことですそう、ね。だから戦争早く終えられる期間でもあるんですなよね、るほど。彼にとっては。あ、で、それはウ逆、クライナもそうだったんですよ、多分。その予定だったわけですね、そう、ウクライナ。すぐね、終わると思ってたはずです。なるほど。これはベラルー軍事戦略、シから、専門家とかもそう言ってますからね。はい、多分そうですね。私もそう思ってて、で、彼はそういう考えでやったと思うから、だってその前に実際、北京のオリンピックの開会式に習近平に呼ばれて行ってるわけですよ。言ってまあの、すね。あの時にその世界中の、まあ、いわゆる自由権っていうか、はい、民主主義の国の、はい、元首は行かなかったんですね。外交的そうです。ボイコットって言って。だからそうです。その中で彼はオリンピックを愛しているから出るっつって、開会式に一人で出てるわけです。出てましたね。はで、い。習近平にもちゃんとその義理を果たしてですね、うん、で、帰っていって、で、もうやうん。んないよと、オリンピックの期間やんないよって言っときながら、終わった4日後にやってるわけですね、ウクライナの侵攻。で、だけどこれは3日か4日、まあ、かかってもパラリンピックが始まる前に終わるっていう計算だったと思います。いやそれは、要するに軍事評論家の方も、1週うん、間ぐらいでもう、終わらせてしまうような攻め方を一うん、気に、うん、ベラルーシから入ったうん、軍隊が、うん。キーウまで制圧してしまうと、はい。そういう計画だったっていそう。うのはよく言われてますね。だからはい。そう思ってたところがそういかなかったもんだから、いかなかったですね。で、そうするとですね、やっぱり IOC のも黙ってられないわけですね。終うわってたわけですん、からね。うん、で、それで今回のそのロシア、ベラルーシの制裁って形になったというなることだとほどね。思いますね。だからそういうその戦略としてそのオリンピック優先を考えている。だからいいうん。方に考える人もいれば、うまく使って自分のことにしていくってのもいるっていう現実。これが今のそのいわゆる地政学じゃないかなと思ってまして、だからなこれを踏るほど。まえた上でどうしていくかっていうのをね、うん。議論していかなきゃいけないのかなと思う。なるほど。それを踏まえた上でというのは、これはトランプ、あるいはトランプの周辺の側近たち
もう、プリチンのやり方を見ていたら学べるはずですよね。どういうふうにしたかっていうのは。そうですね。だからこれはだからプーチンのやり方はもう成功しないってことになっているわけですかうら、ん。そうなると、じゃあ、オリンピック休戦の期間は守ろうという方向に、うん。行くと思うんですね。その大きな軍事大国にうん。おいては。うで、そん。こで、あまり波風を立てないとか、選手はい。とか自分の国民に迷惑かけないという方向、うん。賛同を得る方向に行くから、それをやうん。らないって方向で、休戦が、期間っていうのを決めていく、守らせていくって方向を作れば、実うん。際に休戦になると、休戦期間、これ、ほぼ2ヶ月ありますから、そそうの間に、ですね。いわゆる本当の停戦、終うん。戦に結びつくような交渉とかになうん。っていく方向に、国連なんかが頑張ってやっていけばいいなっていうのは、ちょっと、私的な理想なんですけど、そういうふなるほど。うに考えて、IOC の方も、オリンピック休戦のあり方を、うん。これからもっと戦略的に展開していくことが必要かなというふうに思います。なるほどね。これはまあ、国連の総会の決議というふうになったのは、1994年のリレハンメルの時からということなんですけれども、一橋大学の、あれは、なんだっ高け。上先生。そう、ごめんなさい。坂上先生が、はい。表にされてたんですけれども、はっきり言って、この休戦決議は一回も守られたことがないことも事実なんですね。うん。で、国際紛争で日本ではニュースになっていないような紛争がどれだけ連続して続いていたかというと、休戦期間中にだいたい10以上、30、パリ大会の時でも30ぐらいの紛争があったと。もうIOC もそれをいちいち、なんていうんですか、それを指摘して、処罰していたら、もう手が回らないし、調べもつかないというようなところで、一回も守られたことがないっていう現実があるわけですね。それでも、やっぱりこの休戦協定は、やっぱりこれから推し進めなければいけないと。うん。春日さんはだからもちろん思っておられるわけですうん。っよね。で、ていうか、私も春日さんにうん。洗脳されまして、いやいやいや。これは、一つのやっぱり一番いい、なんとか、手段じゃないかと。うん。これ、やっぱりもっと声高にして言うべきじゃうん。ないかと思い出したんですけれども、そのあたりどうですか、春日さん。そうですね。玉木さんがそういうふうに洗脳されたと言われるほど、私に賛同していただいたのは大変嬉しいんですよ。はい、玉木さんみはい。たいな知的レベルの高い方がいや、スポーツの世界そんな言いから方せんといてください。はい。言ってくださるっていうのはすごい強い味方なんですけど、はい。私自身、その休戦っていうのは今おっしゃったような形で、IOC が守らせるっていう、そういうん。うものではないわけですよね。なるほど。あくまでもその IOC はその政治に関わるっていうこと自身を拒否しますから、はい。基本的にスポうん、ーツの自立、オーうん、トノミーっていうことかうん、ら絶対それはしないので、うん、中立とか言うわけですけども、うん、なのでその休戦ということを守ってくださいよっていうことを、訴える、はい。そしてそれをできるだけ守っていただく国々を増やしていくっていうことを頑張るっていうことで、例えうん、ばどっかで、ミャンマーならミャンマーでなかなかはい、紛争がちっちゃいの終わらないんですけれどはい、も、それがあるから、じゃあミャンマーに制裁をして、ミャンマーの選手出れないよと。はい、こういうことをやるっていうことは逆にミャンマーの選手の権利を侵害してますから、そのオうん、リンピックが守んなきゃいけない選手第一主義っていうのを否定することになりますから、それははい。しないわけですね。だかなら、あ、そういう形で例えばま実際に1916年に初めてオリンピックが戦争で中止になります。はい。第第一次世界第一次世界大戦。はい。大戦。で、そういう時には、もしそれ戦争あっても、やってうん、たら、オリンピックをやってたら、それが休戦を守ろうっていう、そういう、メッセージには世う界に対しん、てなってたと思うんですね。うん、だから、そういう思想を維持しよううん、っていうことで、さっきおっしゃった1994年の時には、
92年に起こったバルカン半島の、いわゆる旧ユーゴスラビアの解体による民はい。族紛争が起こると、はい。それで旧ユーゴスラビアってでかい国だったんですけど、はい。そこにいたたくさんの選手が出れない状態になってうん。たと。で、それをどうしようかっていうこともあって、う要するにそれん。がいわゆるスポーツ側の訴えだけじゃなくて、じゃあどうやって国に守ってもらうんだっていう中で国連決議をしなるなきゃいけほど。ないんじゃない、国連決議ってう方法があるんん。じゃないかって考えついたのが時のサマランチ IOC 会長なんですよ。で、あその1年前あ、にそのサマランチが国連と交渉して93年の国連決議に結びついたんですね。なるほどね。で、うその時に、ん。94年、リレハンメルオリンピックあるんですけはい。ど、はい。私もそのサラエボにはいろんな救援とあ、かで、IOC ともいろんな交渉をしながらその時進めたんですけど、はい。1日だけ、はい。94年のリレハンメルオリンピックの1日だけ休戦が成立して、その時にサマランチをサラエボに送ったんです。サマランチがサラエボまで行って、その戦火でみんなにこうメッセージを与えるっていうああ、のがなるほど、できたと。なるほど。だからうそれがん。最初のあり方で、ですからもともとクーベルタウンを作った時にこの休戦とかってことを盛んに言ってたわけではないんですよね。はい、ただ、はい。その実際にその現実に国を相手にこういうことを実現していくってことになった場合に、やっぱうん。そのいわゆる第二次世界大戦以降のパワーバランスを取る国連っていう組織とうまくやっていくしかなうん。いなというとこうろで舵をん。切ったっていうのは1993年だというふうに思いますから、そなこからるほど。徐々に進んできてるっていうのがう今だ。ん。なるほどね。今の説明聞きますと、IOC もやれる範囲でうまくやってるなという答えを、気持ちを持つのと同時に、うまくやりすぎてるなというか、あうん、の、そこまで責任は取らないのかよ、おいと言いたくもなるなというところがあるんですね。というのは、今うん、度のそのミラノ・コルチナの休戦協定が国連で決議された後も、今のコベントリー会長ですね、IOC の、はい、女性の会長はい、が、スポーツの中立に保つことに非常に有意義なメッセージであるという言い方してるんですね。これ中立にね、保つためっていうのがね、私は引っかかりまして、だっうん、て平和運動ということ自体が、そもそも政治運動の一種じゃないのと。もっと強くね、戦争やめんかいというふうに国連の方で、あるいは IOC の方が言った方がいいんじゃないかと思うんですけども、それはどう思われますか？そういうあり方、国連はい。自身がそうでしょうけど、実際には効果があんまりないというのが現実ですよね。その実際の政治ああ、のパワーバランスの中で動いうん。てますし、玉木さんから読めと言われて読んだ本にも書いてありましたが、はい。いわゆる冷戦以降のですね、はい。民主主義がはい。成功するっていうゴールではなくて、権威主義の国が、パワーを持ってきて、そのいはい。わゆる国連が作った秩序がこれからどうなるかわからないっていう、状はい。況に今あると思うんですけどそうでも、すね。はい、そういう中でじゃあスポーツがどういうふうにできるかっていうことの、望みというかはい。本当に難しい世界なんだけど、スポーツだけはできるなって思える部分っていうのが、中立とよく言われるんですけども、政治には直接のパワーは使わないけど、そのスポうん。ーツを通じて、選手の育成しながら、選手が国境を越えて、宗教を越えて、集まっていく中で、その平和っていうことに対する現実的なアプローチができるんじゃないかなっていう、うそういうん。方向を、突き詰めるしかなくて、そうじゃないと、今、玉木さんのおっしゃった線を進めて、IOC がそういう団体になったとすると、また国連うん。と同じようになっていってしまう可なっていって、能性が、国連と同じようになっていくと、要するに論争の場になってしまうということですか？論争の場になって、で、結局、例えば今、常任理事国の拒否権があるから、今、はい。ロシアだけ拒否権発行すると、ウクライナ問題解決しないとか、ガザ問題解決しないとなうりますよん。ね。で、そういう、いわゆるポリティカルウェイにしかもうならないので、それをうん。超えたというか、そこを俯瞰しつつ、全く関係ないところから、そこの、
まあ、休戦というか、まあ、この休戦というのは、究極的世界平和構築じゃありませんから、あくまでもその方法論ですから、で、そうん。れを進めていく中でしかできないんじゃないかっていう、まあ、提案が、まあ、オリンピックの方から来てるんだっていう、そういう私は解釈をしているし、なるほまあ、それしど。かちょっと望みがなくてですね、まあ、確かにおっしゃるように、中立とか言ってなんかちょっとうさんくさいし、なんかやるの本当にみたいなとこあるんですけど、今それちょっとそこまでしか言えなくて、まあ、昨日、それうん、はちょっと横に置いといて、うんうん、中立で、とにかく平和というものをメッセージを出そうというこうん、とですかね。そのうん。レベル。で、あとそんで実際にですね、休戦ということはやっぱ捨ててないわけなんで、はい。これはやっぱりずっと言い続けることも大事だし、そのうん。中で、まあ、オリンピック、IOC ができることはやっていくべきだと思うわけです。だかうらん。その時に、例えば、まあ、トランプならトランプ、習近平なら習近平に、まあ、IOC、まあ、スポーツの大統領として、あの、コメントリーとかが渡り合うん。っていく、まあ、話していけばいいわけですから、そういうこうん。とを続けていくってことが大事だなと。だから実際のオなるほど。リンピックが続けていくってこと、それをみんながサポートしていくって状況が作っていくことだけで、かなうん。り変わると思うんですね。うん。う例えん。ば、まあ、プーチンは今、本当はオリンピック出たいんだけども、文句ばっかり言ってるわけなんですけうど、あん。の、まあ、プーチンはちょっとそれ、今、片思い的な感じでいるけど、うん。問題なのがね、やっぱトランプなんですよ。で、トランプおう。は、絶対にスポーツより自分のが上に立ってると思うので、いまだに IOC との、まあ、コメントリーとのちゃんとした話し合いしてないんですよね。ああ、まだね。うん。はいはいはい。だから逆に習近平はもう うん。IOC 絶対ぐらいな感じで、うコメん。ントリーもバッハと一緒に10月かな、11月だったかな、うん。去自国年。に招いて、はい。扱いでですね、ちゃんと中国のスポーツに貢うん。献してくれたお礼と、まあ、中国が世界のスポーツに貢献していくってことをう約束してるん。わけです。だからそういうアプうローチの仕方がん。みんな違うんだけども、うでもそこん。でIOC がちゃんとそのスタンスを守って、あの休う戦を呼びかん。けていくってことをやめない限りは、まあ、そこに希望があるんではないかなというふうになるほどね。私は思うんですけど。でもあれですね、中国はあらゆる意味でうまくやってるなというような気もしないでもないですけれども、トランプが逆に下手くそだなと思いつつありますけれども、そうですね、まあ、外交っていうことの中にスポーツ外交っていうのがありますからね、でこれうん。はやっぱり中国はよく分かってます、スポーツ外交についてなるは。ほどね。まずまあ、ご存知のピンポン外交もそうですけどはいも、はいまあ、はい。なぜピンポンを選んだかって言ったら、はい。まあ、そのうん。周恩来さんがね、うん。私の恩師の荻村さんを呼んで、そうですね。中国はお金がないから、ピンポン玉1個と卓球台から始まって、日本みたいにスポーツで復興するんだよということで、あなたの力が必要だっていうことが始まりじゃないですか。だからそういうところで、そうですね。まあ、スポーツが大事だって分かってるんですよね。だからそあこの、思いっていうのがある限り、まあ私はその平和に対しての、議論に参加でー、うきる方ん。々だと思うし、うん。そういう国だと思うし、プーチンも多分折れてくると思うんですよ、そこなるで。ほど。で、問題はトランプで、トランプが結構スポーツの上にも立ちたいと思うから、その今、今ダボスの会議で平和評議会っていうのをはいはい。自分で作はい。るって言い出したじゃないですか、アメリカが。だそうですね。からこれ、はい。対国連になっちゃう話だとうん。思うんですけど、そういうのを言ってるのもね、これ、やっぱりね、休戦の前に言ってるんですね。なるほどだからね。自分がその IOC に代わる平和協議会を作れるぐらいな感覚になってるので、その人とIOC のコメントリーがどういう話をできるかっていうのが結構これから大きな問題なんじゃないかなっていうふうに思ってます。いや、大きな問題になると思いますけど、先ほどちらっと本が出ましたけども、私が春日さんに勧めた本がこの、本でして、習近平、プーチン、トランプの3人が支配する新書世界現代史、非常によくわかる本なんですが、ここで僕はすごいなと思ったのは、ロシアも
民間爆撃をやってますよね。それから、要するに、一般の人に対して本当は戦争で攻撃しちゃいけないんだけれども、難民をたくさん出すように動いてると。これは難民を武器にしているということが書かれているのを読んだときに、あーっと思ったのは、卓球の選手も世界に中国人の卓球の選手が世界に散らばっているのも一つの武器かなと。いうふうにふっと思ってしまって、スポーツ外交っていうのは武器としても通用すんのかよというふうに思ってしまったんですが、どうですか？なるほど。各国にね、卓球はい。選手を派遣してるっていう状態を作って、もうそれから、南米の卓球選手権大会なんか最後中国人同士の戦いみたいなのばっかりですよ。まあそうですね、日ヨー本ロッパににも来ても多いし、ますね。うん。うん。ねえ、これは一つの戦略としてはすごいなあなんていうことをはっと気づいたんですけども、どうでしょう、このあたり、中国うまいのかな？いや、だから中国は本当にその外交という考え方の中にスポーツ外交っていうスポーツディプロマシーっていうのはもうあうん。りますからね。ありますもうこれね。あって、それがすごく大事なものとして、なんて言うんだろうな、秘策、うん。何か行き詰まった時の秘策として持ってるわけですよ。で、それをちゃんと積み重ねてますから、うだからこん。れはね、日本が、学ばなきゃいけないと思うくそうらい。ですね。あのある意味、そうだな。う全ん。然あれですよ、例えば韓国のリー大統領も、はい。コメントリーさんと11月に会ってますからね、自合って国で。ますね。はい。そうですで日本ね。の、首相だけです、それやんないの。やんスポーツね。なんて一番なんか、後でやればいいやぐらいしか考えてないでしょ、日いや、後でや本。ればとまでも思ってないんじゃないですか。だか存在ら、まあ、がないんじゃないですか、もスポーツジャーナリズムの話にもなるけど、結局日本におけるスポーツの地位が低すぎるんですよ。う。そうですね。だからうまくいかない。そうするあと武器を増やそうとかね、そういう方にうん。行っちゃうじゃないですか。だけどあれですよね、その訓練してない人間がいくら武器持ってもね、ね勝てるわけないわけですから。だかえ。ら、やっぱりスポーツでさ、一番にならないと勝てないわけですかそれら。もね、まあ、アメリカの武器ばっかり高いお金で買わされてっていうことになるんですけれども、うん。話が進んできた中で、日本がいかにスポーツというものに対して、まだまだ、理解が進んでないかということになりました。そのあたり、ジャーナリズムの責任は大きいですね。ものすごくね。というよりも、私はもうとにかくメディアを、これからもうメディアに訴えることを、メディアを訴えること。を大きく声で言っていきたいと思ってます。今も、だって、オリンピック休戦との、世界の政治との関わりを、関係で喋っているメディアって、春日さん、ないでしょ？ないですよね、今。ないっていうか、オリンピック休戦決議が出ましたっていうことも、ちょっと2、3行の記事でまあそうですね。載ってるぐら11いじゃない月ぐですか。らいに。うだからん。これは、だから玉木さんおっしゃるようなことをですね、つまりメディアが休うん。戦決議がありました、これを守るように協力していきましょうっていうふうに呼びかけるから意味があるんじゃないですそうでか。すよね。で、そうですよね。だから、これは実現できませんねみたいなうん、で終わっちゃうかうん。ら、これほうほうほ全然話になりませんよね。だからそう。こ変えないとこっちが悪いんじゃないかなと思うんですよ。つわかりました、わまり受けかりました。取る方が。はい。次回その話ちょっと深掘りしてみたいと思います。はい。今、深掘りなんていう流行り言葉を使ってしまって、私、あんまりいい言葉ではないですね。もう世の中で流行ってることは私は絶対使わないようにしようと思って深掘りと言ってしまった。まあいいや。メディアとオリンピック休戦、メディアはい。のオリンピック休戦に対する関わりについて、春日さん、次回お願いします。またお話聞かせてください。はい。よろしくおよろしく願いします。お願いいたします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、トランプ、プーチン、習近平、力の世界での平和の祭典を考えるのエピソード2、オリンピック休戦に対する日本メディアの無関心を批判するです。引き続き春日さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。